部屋から出て行けと父が言った。囁くことも、お願いすることもなく。その日の夕方、兄が2つのスーツケースと一度だけ会った妊娠中の妻を連れて現れた。ティファニーはマーカスの後ろに立ち、私の部屋を見渡していた。その部屋は私が自分で塗り、棚も自分で取り付け、すべての四角いフィートは自分の金で支払ったものだ。そして彼女は言った。家全体から出て行った方がいいかも。父はうなずいた。母は床を見つめた。誰ももう何も言わなかった。私はその家を出た。3つの段ボール箱に自分のすべてを詰め込み、自分の名前だけが書かれた権利書を持つ家を後にした。しかし、家族は知らなかった。数日後、ティファニーから夜の11時に電話がかかってきた。本当じゃない、そう言って、声は震えていた。ここで一つお願いがあります。この物語に共感できる方は、ぜひ、いいねと、チャンネル登録をお願いします。コメントでどこから見ているか、今いつなのか教えてください。私の名前はサブリナ・ブレナン。29歳で、マサチューセッツ州の公認土木技師です。さて、私が家の契約書に署名した日のことを振り返ります。覚えているのは、安っぽい青いボールペン。受付デスクのカップから取ったようなもので、人生で最も高額な書類に署名するために使ったのです。199年3月14日、スプリングフィールドの修道にあるタイトル会社のオフィスで、交渉人が権利書にスタンプを押し、テーブル越しに滑らせて、おめでとう、ブレナンさん。すべてあなたのものです、と言った。すべて私のもの。サブリナ・ブレナンという名前だけがその権利書に書かれていた。共同署名者も、共同所有者もいない。ただ私だけ。25歳の新米の PE ライセンスを持つもので、初任給は$72,000、FHA ローンは$234,000だった。毎月の支払いは$2,340で、次の30年間、毎月1日が締め切りだった。この家は私には必要以上だった。2階建て、半分完成した地下室、3つの寝室、そして毎年10月に葉を散らすカエデの木がある裏には、3つの寝室は必要なかった。1つあれば十分だった。しかし、父のジェラルド・ブレナン、58歳のリタイアした配管工は、悪い腰を抱えながらも、11年間住んでいたモバイルホームを売却したばかりで、行く場所がなかった。そこで、私はスペースを作った。契約はシンプルだった。彼らは引っ越してきて光熱費に貢献し、私たちは一つの屋根の下で家族になる。口頭の約束で、賃貸契約も書面もなく、ただ信頼だけがあった。彼らは翌週に引っ越してきた。母はセラミックの鶏のコレクションを持ち込み、父はリクライニングチェアと意見を持参した。どちらも一度も光熱費を払ったことがなかった。しかし、それが最悪の部分ではなかった。最悪なのは、私は4年間、支払い続け、維持し続け、証明し続ければ、彼らが私の価値を理解してくれると信じていたことだ。彼らは決して理解してくれなかった。ブレナン家の階層についてお話ししましょう。それが次の展開をすべて説明します。私の兄マーカス・ブレナン、33歳。2度目のデートを得るようなハンサムさだが、昇進は一度も経験していない。彼はリバーサイドモーターズという中古車ディーラーで働き、まるでオール街で合併を締結するかのように話していた。父は彼を崇拝していた。ジェラルド・ブレナンには、すべての世界観を支配する信念があった。息子は名前を継ぎ、娘は買い物をする。マーカスは未来であり、私はインフラだった。マーカスがコミュニティカレッジを卒業したとき、3回の挑戦と統計学での D- を経た後、父は裏庭でバーベキューを開いた。16人が集まり、バーガーとビール、そして、誇りに思うというバナーが掲げられた。私がユーマス・アマーストの土木工学プログラムを優秀な成績で卒業したとき、父からのメッセージは4つの言葉だけだった。お前は良かった、子供、句点も簡単譜も、バーベキューもなかった。PE 試験に合格し、エンジニアリングの卒業生のうち 25% 未満が取得するライセンスを手に入れたとき、母は、いいわね、ハニ。兄がシニアセールスに昇進したの、と言った。
中古車ディーラーでのシニアセールス、クレジットカードの負債は$38,000だった。しかし、ジェラルドはその負債を知らなかった。もしかしたら、知っていたのかもしれないが、気にしていなかったのだ。確かに知っているのは、彼が静かにマーカスにお金を貸していたことだ。$5,000や$3,000を。そして、今月の請求書を手伝ってくれと私に頼んできた。処方箋が厳しいんだ、私はいつも、はいと言った。インフラとはそういうものだから。すべてを支え、誰も気づかない。亡くなって初めて気づくのだ。そして、ある金曜日の夕方、マーカスから電話がかかってきた。すべてを変えるニュースだった。電話の内容に入る前に、数字を理解してほしい。数字は嘘をつかない。そして私の家族では、唯一嘘をつかなかったのだ。4年間で、私は毎月$2,340の住宅ローンを48回支払った。それは$112,3,200、元本と利息だけだ。それに加えて、電気代は月平均$380、マサチューセッツでは冬が厳しい。水道と下水道は$190。インターネットとケーブル。父はスポーツパッケージを頼んだため、さらに$200。食料は月約$150を補っていた。両親は毎食を家で食べ、スーパーマーケットのカートを押したことは一度もなかった。すべてを足し合わせると、4年間で$147,360。私は一つの寝室で眠り、誰にも何も求めず、給料からその家のためにお金を出していた。外壁も2度塗り、2週間かけて自分でやった。20フィートの延長は4、5に登って。裏庭のポーチの上にある屋根を交換したとき、$4,200かかった。地下に暖房装置を設置したのは、父が、下は寒いと文句を言ったからだ。$3,100。その隣人、ルイーズ・ベケットは、67歳で、11年間隣に住んでいて、すべてを見ていた。すべてのはしご作業、すべてのマルチ袋。毎週土曜日の朝、両親が寝ている間に、私は午前6時に雪かきをしていた。ルイーズはある日、フェンス越しに私を止めた。あなたの家族は、あのはしごの上にいるとき、どこにいるの？私は微笑んで、中にいるよ。それがポイントなの。彼らが快適にいるために、と答えた。ルイーズは私に同情の目を向けていた。その時は理解できなかったが、今は理解している。それは同情だった。そして、マーカスから連絡が来た。サブリナ、帰るよ。でも一人じゃない。マーカスの声には、特有の明るさがあった。彼が何かを求める時しか出てこない声だ。彼が共同署名者を必要とした時に聞いた声だ。2週間になった週末に私の車を貸してほしいと頼まれた時、私はのと答えた。今回は、8ヶ月の妻ティファニーを連れてくるという。彼女は妊娠7ヶ月だ。金曜日の夕方、彼らは到着した。2つの大型スーツケース、3つの赤ちゃん用品の箱、そしてティファニーはマーカスの車から降りて、その家をオークションでの評価のように見ていた。彼女は30歳で、歯科医院でパートタイムの受付をしており、話すたびにまるであなたに恩恵を与えているかのように聞こえた。父は準備ができていた。彼らが到着してから30秒も経たないうちに、リビングの家具はすでに再配置され、隅が開けられ、スペースが作られていた。ジェラルドは彼らが来ることを知っていて、準備をしていたのに私には教えなかった。しかし、ティファニーがリビングを一目見たとき、頭を振った。これはダメ。ちゃんとした寝室が必要よ。私は妊娠7ヶ月なの。ジェラルドは私の方を向いた。尋ねるのではなく、向いた。家具を再配置するかのように。部屋を開けろ。それは私の部屋だ、父。私は4年間そこにいた。マーカスは今、家族が必要なんだ。私は家族だ。わかるでしょ。ティファニーは彼女のセリフを付け加えた。私がすでに話したものだ。そしてその時、母が廊下に現れ、3つの平らな段ボール箱を持っていた。4年前、私が引っ越すために使ったのと同じブランド、同じサイズの箱だ。彼女はそれを保持していた。4年間、
彼女はその箱をガレージに保管。私は自分に言い聞かせた。これは一時的なものだと。1週間、もしくは2週間、ことが落ち着くまでのことだと。そう言ったのはジェラルドだった。ただの一時的なことだから、サブリナ。ことが落ち着くまでの間だけと。だから、私は地下室に移り住んだ。そこは、私が$3100をかけて暖房を入れた部屋だった。コンクリートの壁が剥き出しで、引っ張ると点灯する一つの裸電球が天井からぶら下がり、ゲスト用クローゼットから引きずり出したマットレスがベッドフレームもなく、床に直接置かれていた。空気はカビと古い段ボールの匂いで満ちており、居心地の悪さと孤独感が心に重くのしかかってきた。そして、冷水管の接合部からのゆっくりとした水滴が、初めての夜を眠らせないリズムで時を刻んでいた。上階では、ティファニーが自分の居場所を見つけていた。翌日の午後、彼女は私の古い寝室の写真をインスタグラムに投稿した。今はベビールームに変わり、ベビーベッドとパステルカラーのバンティングが飾られている。家族は次の世代のためにいつでも居場所を作ると書かれ、ピンクのハートの絵文字が添えられていた。212件のいいねと、熱い目で見守るコメント、そして、なんて美しい空間と続く。誰も、24時間前にそれが誰の空間だったのかを尋ねなかった。その瞬間、私は複雑な感情に襲われ、自分の居場所を奪われたことを痛感した。翌朝、マーカスが階段を降りてきた。これは一時的なことだから、サブリナ。変な話にするなよ、と言いながら。私はその地下室で2晩を過ごした。3日目の夜、配管の接合部が少し緩んだ。破裂ではなく、安定した漏れ。午前3時に目が覚めた時、マットレスが水でびしょ濡れになっていた。暗闇の中に横たわり、水が布地を這い上がってくるのを感じながら、天井を見つめた。それは彼らのとこだった。そして、私は考えた。自分の家の下で水たまりの中に寝るために、毎月$2340を支払っているのだと。次の朝、コーヒーを入れるために上に上がった。ティファニーはキッチンのテーブルに座って、私が買ったエスプレッソマシンを使っていた。彼女は顔を上げ、ああ、まだここにいるの、と言った。その瞬間、私は初めて愛と所有が同じものでないことを理解した。私の経済状況がどれほど心に影響を与えているか、そしてそれが過去の行動とどのようにつながっているのかを、今更ながら痛感した。私の名前の下に、私の知らない間に、$95,000の抵当権がかけられていることを知った。それは家族の名のもとに私から奪われた金銭であり、私のクレジットスコアに大きな影響を与えるものであった。私の大切なものは、服やノートパソコン、フレームに入れた体育のライセンス、小さな工具箱だけだった。キッチンの蛇口からポーチの手すりまで、何でも修理するために使っていたものだ。そして、ナイトスタンドに置いてあった祖母ヘレンの写真。出発前に、キッチンテーブルに白い封筒を置いた。その中には信託証書のコピーがあり、私の名前が強調され、一枚の手書きのメモがあった。この家は私のもの。モーゲージも私のもの。これからすべてが変わる。夜の6時15分に車を走らせた。前庭の楓の木は色づき始めていた。緑の中にオレンジ色がかすかに見えた。振り返ることはなかった。ジェラルドは知事に封筒を見つけた。後にドナから聞いたところによると、彼はそれを開け、信託証書を読み、メモを見て紙を2つに引き裂いた。そして、彼女はブラフをかけていると言った。彼は信託証書のコピーがただのコピーだとは知らなかった。元の書類は私の銀行の安全預金ボックスに保管されていて、リタが認証したすべての書類も一緒に入っていた。彼はコピーを破り捨て、勝利したと思っていた。私は彼に、残り18日間があると思わせていた。私が出て行った後の最初の週、ブレナン家族はまるでその家を相続したかのように引っ越してきた。ティファニーは、ウィングルームからインスタグラムのストーリーを投稿した。やっと家が家のように感じる。視聴回数は187。彼女は家具を配置換えし、玄関ドアにリースをかけ、私が支払ったマットを敷いた。マーカスは人生で初めての芝刈りをし、
パパの義務は早く始まる、と自撮りを投稿した。ジェラルドは全てを支配していた。彼はオジレー、オバパトリス、そして自分の母ヘレンに電話をかけた。彼の語るストーリーは、後に複数の情報源からつなぎ合わせた結果、こうだった。サブリナは出て行った。自分のスペースが欲しかっただけの独立心の強い女の子だ。地下室の件も、私の寝室からの立ち退きのことも、$1のモゲージの偽造も口にしなかった。彼はただ、自慢の娘が羽ばたく選択をした父親だった。母はその週に1度だけ私に電話をかけてきた。様子を聞きたかったわけでも、会いたがっていたわけでもない。ただ、出発前に電気代を払った、と聞いてきた。ジェラルドは電気がチカチカしたと言っていた。私はその言葉を3秒間の静寂の後に返事をした。一方、リタと私はチェックリストを進めていた。グリーンフィールド信用組合に詐欺の苦情を提出し、3つの信用情報機関、エクスペリアン、トランスユニオン、エクイファックスに必要な文書を添えて正式な異議申し立てを行った。そして最後の一手、退去通知書を準備し、ジェラルド・ブレナン、ドナー・ブレナン、マーカス・ブレナン、ティファニー・ブレナン宛てに送付した。マサチューセッツ州の法律では、リースのない居住者は立ち退き手続きが始まる前に30日間の書面による通知を受ける権利がある。リタは17日目にプロセスサーバーを手配した。その日はジェラルドのオープンハウスの日で、45名のゲストが訪れることになっていた。完璧なタイミングだった。私が出た後5日目、暖房システムが故障した。メインユニットのサーモスタットが不具合を起こしたのだ。これは私がブレーカーをリセットし、温度センサーを再調整することで自分で直すことを学んだクイックな修理だった。手順が分かっていれば90秒で済む。しかし、ジェラルドは何も知らなかった。彼はウバック会社に電話をかけた。彼らは$2800の診断費用とパーツ交換の見積もりを出した。ジェラルドには$2800がなかった。7日目、電気代が届いた。今月の請求は$840。4人の大人が昼夜を問わず暖房を使う冬のマサチューセッツでは標準的な金額だ。請求書はまだ私の名前のままだった。私が提出した名義変更のリクエストがまだ処理されていなかったからだ。ジェラルドは電話をかけてきた。いつ戻ってくるんだ。家が必要なんだ。私が必要だとは言わなかった。心配しているとも言わなかった。ただ、家が必要と言った。まるで私が配管の一部であるかのように。私は戻らないよ、パパ。あなたが直接ユーティリティ会社に連絡すべきだ。アカウントは私の名前だし、名義変更のリクエストは出してある。名義変更のリクエスト。来月から請求書はあなたの名前になる。あるいは、あなたが希望する名前で。10秒の沈黙。その後、彼は何も言わずに電話を切った。その夜、ティファニーからメッセージが届いた。今でも覚えている。その内容は、正確にそのままだ。本当に自己中心的なタイミングね。8週間後に出産予定なの、自己中心的。この言葉が、どれほど自分の都合に合わないことを示すか、驚くべきことだ。私はその家に4年間で$147,000も支払ってきた。地下室を温めるために、自分の費用で快適に過ごせるようにしていた。雨に濡れないように屋根を変えた。私が最初に泊まった時、唯一の時、役に立たない存在になった時、私が自己中心的だとされてしまった。メッセージには字をしなかった。いくつかの文には耳を傾ける価値がない。水曜日の夜9時、母から電話がかかってきた。彼女は泣いていた。慣れた、計算された泣き方で、都合の良い感覚で上がったり下がったりする。悲しみのように聞こえるが、実際に果て子のように使われる泣き方だ。お父さんがストレスを抱えている。背中の具合が悪化している。彼は一人で家を管理できないわ、母。私は4年間一人でその家を維持してきた。お父さんは、の間ずっといた。それは違う。あなたは若い。強い。私も$95,000のモーゲージにサインを偽造された人間だ。これについて話したいのか。泣き声が止まった。
徐々にではなく、まるで録音を一時停止したかのように。長い沈黙の後、彼女は非常に静かに言った。お父さんは家族のためだと言っていた。マーカスのクレジットカードの借金のために、私は銀行の記録を持っている。母さん。$38,000を彼のカードに。$22,000は車のために。あなたは3回の訪問で$15,000を現金で引き出した。日付を教えてほしいか。あなたはこの家族を引き裂こうとしている。家族は、私の寝室の前に段ボール箱3つを置いた夜にすでに引き裂かれていた。彼女は電話を切った。私はその夜、自分のスタジオで一人座り、リタが印刷した比較シートを見つめていた。左には私の本物のサイン、右には偽造されたものが並んでいて、自分が厳しすぎるのではないか、全員が無事に出てくる道があるのではないか、正しいことと親切なことは同じなのかと自問した。そして再び偽造を見つめた。母の筆跡が証人欄にあり、緑のインクで書かれていた。彼女が食料品リストや誕生日カード、4年生の時に私のランチボックスに入れてくれた、素晴らしい一日を、愛しい子よ、と書いたメモと同じペンだ。いいえ、私は厳しくしすぎてはいなかった。私はついに明確になった。愛する人が自分の忠誠心を武器に使ったことはありますか？あなたの話を聞きたい。コメントに共有してください。誰かが自分が孤独でないことに気づく手助けになるかもしれません。マーカスが木曜日の夕方、予告なしに私のアパートに現れた。電話もテキストもなく、ただ3回の強いノック。彼が知るはずのない住所のドアに。母が彼に教えたのだろう。私はリタが先週設置を進めたリングドアベルの映像を確認した。マーカスは歩道に立ち、顎を引き締め、両脇で拳を開閉していた。私はドアを開けた。サブリナ、何をしていると彼は叫んだ。お父さんが、私たちを追い出すと脅していると言っている。私は脅しなどしていない。私は不動産の所有者としての法的権利を行使している。所有者。彼は笑った。その短くて醜い音。紙一枚で家族より優れていると思っているのか。その紙は信託証書だ。そして、あなたが父と共に偽造した別の紙は連邦犯罪だ。彼の笑いは消え、表情は後悔ではなく計算に変わった。私は何年もマーカスが車を売るのを見てきた。そのピッチが変わる瞬間を知っていた。ほら、声を和らげて。これを解決できる。ティファニーは週間後に出産予定だ。彼女にこれをするわけにはいかない。私はティファニーには何もしていない。私は私にされたことを元に戻している。これを続けるなら、あなたは、彼の顔、声、そして脅迫、すべてが記録された。時刻は午後7時42分。リタは翌朝、その映像を手に入れるだろう。人々はレンガで壁を作るが、私は証拠を積み上げていた。ジェラルド・ブレナンは、線管理が不得意だったかもしれないが、電話の使い方には長けていた。マーカスが来訪してから48時間以内に、父は家族のあらゆる枝に連絡を取った。チャピの霊おじ、ホリオのパトリス・オーバー、ノーサンプトンの介護付きアパートにいる82歳の祖母ヘレン。3年前の感謝祭以来話していないいとこたちにも電話をかけ、同じ話をした。サブリナは家族を見捨てた。妊娠中の義理の姉を路上に追い出そうとしている。サブリナは変わってしまった。メッセージはまるで一致団結した攻撃のように届き始めた。霊おじ、何を考えているんだ、子供よ。ほとんど知らないいとこからのメッセージ。家族が第一、サブリナ、常に。パトリス・オバは冷たい声で直接電話をかけてきた。おばあちゃんが泣いている。あなたが幸せでいることを願っている。私は、偽造された抵当権について、$95,000、銀行の記録、そして私のサインではないことを説明しようとした。しかし彼女は信じなかった。ジェラルドはそんなことをしない。彼のその一言は、父の戦略の根幹だった。彼は58年かけて、信頼できる課長としての評判を築いてきた。バーベキューにビールを持って現れ、毎週日曜日に母に電話をかける男。彼はそのイメージに数十年を投資してきた。
そして今、それを使って私を葬り去ろうとしていた。家族の意見の法廷では、私は裁判なしに有罪だった。リタに連絡し、すべてを話した。彼女は聞いてくれ、そして言った。物語にこうな。文書が語るのを待て。それが適切な時に語るだろう。彼女がデスクのカレンダーに目をやった時、オープンハウスがある。全員が集まる。45人。完璧な慣習。飲み込んだ。それは5日後だ。準備するのが5日間ある。14日目、手紙がリタのオフィスに到着した。グリーンフィールド信用組合のレターヘッドに。彼女は仕事中に私に電話をかけた。来た方がいいよ。私は昼休みに彼女のオフィスへ向かった。彼女はすでにデスクの上に手紙を置いており、私が読めるように向きを変えていた。重要な段落は3段目だった。その言葉は一生忘れないだろう。内部コンプライアンスレビューの結果、日付が消された信託契約の署名が、サブリナ・E・ブレナンの認証済み署名と一致しないことが判明しました。関連するローンは、さらなる調査のために一時停止されました。一時停止されただけで、解決には至っていない。しかし、担保は信用調査機関に報告されることはなかった。私の761のスコアは、今のところ安全だった。リタは続けた。申請を処理したローンオフィサーのデレク・ゲインズは、即時の管理職休暇に入った。銀行のコンプライアンスチームは、複数の手続き違反を指摘した。その中でも、対面での身分確認が行われていないことが最も重大だった。ゲインズは内部面談で、ジェラルド・ブレナンが何度かビールをおごってくれた常連客で、物件の所有者が不在だが取引を完全に把握していると聞かされたと認めた。ビール。父は私の財務アイデンティティと引き換えにビールを交換した。担保は30日以内に私の不動産記録から削除されるとリタは言った。しかしもっと重要なのは、銀行が私たちと協力することに利害関係を持つようになったことだ。彼らは従業員の過失による不正なローンを処理したのだ。訴訟を避けたいのだ。2週間ぶりに、私は胸の奥で何かが緩むのを感じた。そこに長い間存在していた圧力を、私は気づいていなかった。しかし、家はまだ残っていた。私の不動産に住む4人は、自分たちが勝ったと信じていた。プロセスサーバー、私は言った。17日目。私たちはまだ進めている。リタはうなずいた。まだ進めている。プロセスサーバーの名前はカールだった。彼の名字は知らなかった。40代で、大学でフットボールをしていた人のような体格で、悪いニュースを伝える仕事をしている男特有の無表情な落ち着きがあった。15日目、午後2時。晴れた水曜日の午後。カールは147メープルウッドドライブの前庭を歩き、ティファニーの新しいウェルカムマットを通り過ぎて、3回ノックした。ジェラルドがドアを開けた。カールは彼に立ち退き通知を手渡した。それは、所有者である私が発行した正式な30日間の立ち退き通知で、マサチューセッツ州一般法第186章第12条に基づいていた。文書には、ジェラルド・ブレナン、ドナー・ブレナン、マーカス・ブレナン、ティファニー・ブレナンの4人が名指されており、彼らが物件を30日以内に退去しなければ、スプリングフィールド住宅裁判所を通じて正式な立ち退き手続きが行われると明記されていた。プロセスサーバーの宣誓供述書によると、ジェラルドは1ページ目を読み上げ、顔を上げ、再度読み返し、何も言わなかった。受取人は明らかに動揺していた。文書は午後2時7分に無事に配達された。ジェラルドは11分後に私に電話をかけてきた。初めて、彼の声は威圧的ではなく、ひび割れていた。私たちを立ち退かせるのか、自分の親を。$95,000のローンに私の名前を偽造したんだ、父。銀行が確認した。30日間ある。家族のためにやったんだ。マーカスのクレジットカードの借金のためだ。私はトランザクション記録を持っている。母がしたすべての預金、すべての現金引き出しの記録を。あなたは恩知らずだ。彼はその文を最後まで言わずに電話を切った。4分後、マーカスから電話がかかってきた。
すでに叫んでいた。お前は狂っている。ティファニーは、2週間後に出産予定だ。私たちはどこに行くべきなんだ。それはもう私の解決すべき問題ではない、マーカス。ジェラルドのオープンハウスまで残り2日。45通の招待状が送られ、ケータリングが手配され、庭にはレンタルの椅子が並べられていた。彼はキャンセルしなかった、ドナに告げた。家族はまだ一緒だと見せよう。サブリナが出て行ったのはお前だ。彼は今も物語を支配していると信じていた。日曜日の午後1時。147メープルウッドドライブの前庭にあるメープルの木はすっかりオレンジ色になり、その下にはジェラルド・ブレナンが折りたたみテーブルを設置し、地元のデリからケータリングされた料理を並べ、ピンクと白の風船を飾り、45脚の椅子を整然と並べて、説教を待つ回収のようにしていた。このイベントは、マーカスとティファニーの子供の誕生を祝う、ベビー・ブレナン歓迎会として企画されていた。ブレナン家の初孫誕生の祝賀である。ジェラルドは前日、テキストでリマインダーを送った。ドナはレモンケーキを焼き、ティファニーは新しいラベンダー色のマタニティドレスを着て、主テーブルの席に座って、まるで祝宴の主賓のようだった。最初の1時間で人々が集まり始めた。レイおじはカーキ色のショートパンツとポロシャツを着てグリルの近くに立ち、パトリスおばは包まれたプレゼントを持って唇を引き結んでいた。82歳の祖母ヘレンは、誰かが特に彼女のために用意したパッド付きのローチェアに座り、メープルウッドドライブの近所の人々も集まった。ルイーズ・ベケットは、レモネードを手に持ち、祝うのではなく、見守るためにそこにいるという表情で庭の端に立っていた。リバーサイドモーターズの同僚たち、ティファニーの歯科医院の友人たち、いとこや二いとこ、私が誰かを特定できないような人たちもいた。ジェラルドはその中心に立ち、シャツをタックインし、袖を一度折っていた。彼はプラスチックのカップを高く掲げて乾杯をした。ブレナン家は成長している。この家、この家族は常に家族のためのものだ。45人が拍手した。ティファニーは微笑み、マーカスは彼女の肩を抱え、ドナはケーキテーブルの後ろで皿を整えて微笑んでいた。誰も私のことを口にしなかった。ジェラルドは、私が来られないと言った。何かを抱えていると。ルイーズ・ベケットはモネードをゆっくりと一口飲んで、何も言わなかった。午後1時点15分。私は8分先に、マニラフォルダーを助手席に置き、喉の中で脈打つ心臓を感じながら車に座っていた。私は2軒隣の通りに駐車し、バックミラーで自分の姿を確かめた。グレーのブレザー、黒のスラックス、白いブラウス、仕事のプロジェクトレビューの時に着るのと同じ服装。髪は低いお団子に。私は、報告書を届けるために来た人のように見えた。そう、まさにその通りだった。私の膝の上には、ニラフォルダーが置かれている。その中には、信託の証書の認証コピー、署名の比較があり、左側には私の本物の署名、右側には偽造された署名があった。グリーンフィールド信用組合からの公式な手紙もあり、ローンの停止が確認されている。また、$95,000の行き先を示す取引記録のコピーもあった。リタがページを整理してくれていた。各ページにはタブが付けられている。私は2時15分に歩道を進んだ。パーティーはすでに1時間以上続いていた。人々は食べ、笑い、庭を行き交っていた。数人の子供たちがフェンスの近くで追いかけっこをしている。風に揺れる風船が目に入った。最初に私に気づいたのはジェラルドだった。彼はポーチの階段近くでいとこと会話を交わしていて、彼の表情は約2秒で驚き、苛立ち、そして恐怖に近いものへと変わった。彼は急いで私の方に歩み寄った。何をしているんだ。私の家だよ、父さん。権利書に私の名前がある家。騒ぎを起こすな。私は誰かの署名を偽造したのはあなたじゃない。彼の手が私の腕を掴んだ。強くはないが、私を引き寄せるには十分な力だった。声を下げろ。その時、背後から明確で力強い声が響いた。ジェラルド、その子から手を離しなさい。ルイーズ・ベケットが6フィートの距離で、レモネードを持ったまま、
まるで硬いコンクリートのように表情を崩さずに立っていた。ジェラルドは手を離した。周囲の視線がこちらに集まった。ティファニーがドアのところに現れ、ベビーシャワーのギフトバッグを持っていた。私を見つけた瞬間、彼女の顔色が青ざめた。なぜ彼女がここにいるの？ 45 人が私を見ていた。私はポーチの3段上に立ち、すべてのゲストの視線を浴びていたが、声を上げる必要はなかった。沈黙は、すでに聞いている観客に対して、叫びよりもはるかに遠くまで届く。皆さん、多くの人には、私が自分のスペースを求めて引っ越したと聞かれていましたが、それは真実ではありません。私はマニラフォルダーを開いた。この家は私の名前だけで登録されています。4年前に FHA ローンで購入しました。1ヶ月2340ドル、48ヶ月、合計11万2320ドル。私の両親は遅延も出していません。ジェラルドが一歩前に出た。セリーナ、これをやめろ。3週間前、私は父が母を証人にして、グリーンフィールド信用組合で9万5000ドルのモーゲージ申請に私の署名を偽造したことを発見しました。私は署名の比較を掲げた。これが私の本当の署名。左の列を指さし、そしてこれがモーゲージの署名。右を指さす。同じではありません。銀行も書面で確認しています。私はグリーンフィールドからの手紙を持ち上げた。ローンは停止されています。銀行が調査中です。取引の概要を示した。3万8000ドルがマーカスのクレジットカードの借金に、2万2000ドルが車のディーラーに、さらに1万5000ドルは母が現金で引き出しました。2万ドルは今、父の貯金口座にあります。私の名前を偽造して、両親は私から9万5000ドルを盗んだ。庭は静まり返った。その静けさは、祝杯の合間の礼儀正しい静寂ではなく、45人が他人の嘘の中にいることを悟った時の空気のない静けさだった。静寂は15分続いた。再び彼女の名前が私の電話に表示された。車のための2万2000ドル。彼はそれがディーラーの割引だと言った。彼がそれを得たのだと。ごめん、ティファニー。本当に申し訳ない。ごめんなんて言わないで。私があなたに自分の家を出て行けと言ったのだから。少しの間、沈黙が流れた。私はそれがあなたの家だとは知らなかった。ジェラルドがそれは父母から受け継いだ家だと言ったから。それが彼の言ったことだ。実際は、私が25歳の時に自分の金で買った家だった。再び静寂が訪れ、彼女は静かに言った。謝るべきだ、心からの謝罪を。今は無理。でも、謝るべきことは山ほどある。その言葉には、私の心に重くのしかかるものがあった。彼女が電話を切る前に、私が知らなかったことを彼女は教えてくれた。マーカスは彼女に7000ドルを借りていた。結婚前に貸したお金だ。赤ちゃんが生まれたら返すと彼は誓っていた。彼女は私が4年間かけて学んできたパターンを見始めていた。彼女の最後の言葉。明日、母に電話する。嘘で築かれた家でこの赤ちゃんを育てるつもりはない。彼女は約束を守った。オープンハウスの翌週、ブレナン家はまるで支えを失った建物のように崩れ去った。そして私はそれを知っている。私はエンジニアだから、何が支えを失った時に起こるのか、よくわかっている。ティファニーは母の家、ウースターに移った。東へ1時間半の距離だ。マーカスは初日、彼女に14回電話をかけたが、彼女は一度も出なかった。3日目には、彼女のFacebookのステータスは、結婚中から空白に変わった。独身でもなく、複雑でもなく、ただ空白。これが逆に大きな声で響いた。マーカスはティファニーを失い、赤ちゃんの話を失い、ただの33歳の男になった。妹の家のソファで寝る男だ。ただし、それは妹の家ではなかった。単なる妹たちの家だった。ジェラルドは、マーカスの記憶に残る中で初めて、彼に背を向けた。お前がそんなに借金を抱えていなければ、こんなことにはならなかっただろう。彼の子供、祭壇の冷たい側に出会え。
ジェラルド自身も少しずつ静かに崩れ始めていた。彼は12年間続けていた週刊ポーカーを初めてキャンセルした。友人たちに家族の事情を話した。しかし、そのグループの2人はオープンハウスにいた。彼らはすでに知っていた。ジェラルドが親戚からの電話が減り、友人たちからのランチのお誘いも少なくなった。レイおじは全く電話をかけてこなかった。彼の母、ヘレンも3日間、彼の電話に出なかった。ドナは毎日1回、私に電話をかけてきた。同じセリフ、同じ調子で。家に帰ってきてほしい。これを解決できる。毎日、私は同じ答えを返した。直すことなんて何もない、ママ。次に何が起こるかだけだ。金曜日、グリーンフィールド信用組合から一通の手紙が、マップルウッド通り147番地に届いた。ジェラルドとドナに、支店に出向いて問題について話し合うようにと正式に求めるものだった。銀行も問題を抱え、ジェラルドは自分のストーリーを信じてくれる人がどんどん減っていた。インターネットは密に優しくない。赤ちゃんのシャワーや盗まれた抵当が絡む秘密には、さらに冷酷だった。ティファニーはインスタグラムの投稿を削除した。家族は常に次の世代のためにスペースを作る。212のいいねとピンクのハート絵文字がついていた投稿だ。彼女はそれを削除したが、スクリーンショットは永遠に残る。そして1日もしないうちに、彼女の歯科医院の友人が Facebook に謎めいたステータスを投稿した。あなたが贈り物だと思っていた家が実は盗品だったと知ることを想像してみて、いくつかの家族、赤旗の絵文字。89件のコメント、340のリアクション。ティファニーの名前は出てこなかった。出る必要もなかった。知っている人は知っている。マップルウッド通りでは、囁きネットワークはカルデサックの速度で動いていた。ルイーズ・ベケットは噂話をしなかった。彼女の性格にはそれがなかった。しかし隣人たちが尋ねると、彼女は一文を返した。私はその女の子が自分の両手でこの家を築くのを見ました。ジェラルドに何を気づいたか尋ねるべきです。それはフォローアップを必要としない一言だった。人々は自分で残りを埋めていった。リバーサイドモーターズでは、マーカスの同僚が2人、オープンハウスにいた。彼らは書類を見て、ティファニーの叫び声を聞き、ジェラルドが母親に座るように言われるのを見ていた。月曜日の朝、一人がマーカスに尋ねた。あれ、君の妹の家じゃなかったっけ？マーカスは答えなかった。彼は3日間の有給を申請した。マネージャーは何の疑問もなく承認した。時には、沈黙は説明よりも大きな声を持つ。2週間目の火曜日、アンとパトリスからメッセージが届いた。私が予想していたよりも長く、私が受けるに値しないほど正直な内容だった。サブリナ、ごめん。判断する前にあなたの話を聞くべきだった。私は常にマーカスが新しい車をどうやって手に入れたのか疑問に思っていた。今、理由が分かった。いつかあなたが私を許してくれることを願っている。すぐには返事をしなかったが、そのメッセージは保存した。謝罪は、どれだけの重さがあるのかを知るまで置いておく必要があるものだ。30日目。立ち退き通知は火曜日の朝に期限が切れた。延長も交渉も、何の最後の電話もなかった。リタは家に最終的な正式な手紙を送った。すべての住人がその日の終わりまでに退去しなければ、スプリングフィールド住宅裁判所を通じて裁判所命令の立ち退きを申し立てると。手紙はジェラルド宛てで、書き留めで届いた。彼はそれにサインした。そのサインは、少なくとも彼自身のものであった。ジェラルドはその日の午後、私に電話をかけてきた。彼の声は変わっていた。怒りもなく、命令するような口調でもなく、数週間前のひび割れた声でもない。平坦で、疲れ果てた声だった。人を責めるのをやめた男の声、鏡を見ることをまだ学んでいない男の声だった。どこに行けばいいの、サブリナ。すでに調べておいたよ。エルム通りには2つのアパートが空いている。1ヶ月の家賃は200ドルと1400ドル。お前の障害手当で家賃を支払える。
お母さんはパートタイムの仕事を申し込むことができる。それがスタート地点だ。沈黙。何もないままお前を追い出すつもりはない。父さん。あなたが私から盗んだ家に住むことはできないと言っているだけだ。それは違う。私は盗んでいない。はい、盗んだ。それから再び沈黙が流れた。それがすべてだ。一言。彼が私に言った中で最も小さく、最も重い言葉だった。ドナは翌朝、荷物をまとめ始めた。ジェラルドはリクライニングチェアに座り、見ていた。マーカスは2週間前に友人の家に引っ越していたが、最後のものを取りに来た。彼は無言で2つの箱を車に運び、誰とも目を合わせなかった。33日目。ジェラルドとドナはルム通りの$1200のアパートに移った。一つの寝室、地上階、私の家で無料で占有していた時のスペースのわずかな部分だ。ジェラルドは最後に鍵を回すとき、一言も発しなかった。ドナは玄関ドアの前で立ち止まり、家を振り返り、私の車のそばに立っている私を見た。小さく、ゆっくりとうなずき、ジェラルドのトラックの助手席に歩いていった。私は父に2つのアパートのリストを渡した。何も渡せないわけにはいかなかった。すべてがあった後でも、私は彼にとっての私になることはできなかった。法的な余波は個人的なものよりも静かだったが、決して最終的ではなかった。グリーンフィールド信用組合は、オープンハウスから6週間後に内部調査を完了した。その結果、$95,000のローンは完全に無効とされた。マップルウッド通り147番地に対する抵当権は、すべての不動産記録から削除された。私の信用ファイルにあった虚偽のエントリーは、エクスペリアン、トランスユニオン、エクイファックスとの正式な争いを通じて抹消された。私のスコアは、リタの事前の行動のおかげで実際には落ちなかったため、761から774に上昇した。ジェラルドの言葉と数杯のビールだけで申請を処理したローンオフィサー、デレク・ゲインズは解雇された。銀行、私は刑事告訴を提出する権利があった。しかし、私はそれを選ばなかった。彼らがそれに値しないからではなく、家族が私にした最悪のことを再び法廷で2年間も繰り返したくなかったからだ。私はすでに勝利を収めていた。家も、信用も、名前も取り戻したのだから。自分が正しいと知るために、有罪判決は必要ない。しかし、リタはジェラルドに最後の手紙を送った。ブレナンさんは現在、刑事告訴を追及しないことを選びました。この決定は、権利ではなく、配慮から来るものです。ブレナンさんのアイデンティティや財産の今後の無断使用については、直ちに法執行機関に通報されます。後にドナが教えてくれた。ジェラルドはその手紙を2度読み、折りたたんで引き出しにしまった。それ以降、彼はそれについて一言も口にしなかった。警告は、声高にする必要はない。ただ、永遠である必要があるのだ。オープンハウスから2ヶ月後、私はスタジオアパートのキッチンテーブルに座り、リタでも銀行でもなく、家族の3人、ジェラルド、ドナ、マーカスに向けてメールを書いた。4時間かけて書き上げた。その言葉は複雑なものではなく、私が望んだのは、すべての言葉が扉のついた壁であることだった。私を守るためにしっかりとしたものでありながら、彼らと違うことを証明するために開かれているものであること。メールは3つのセクションに分かれていた。第1は財政について。家賃、光熱費、その他の個人的な支出に対しては支援を行いません。支援が必要な場合は、スプリングフィールドの地域資源を紹介できます。第2は連絡について。特定の条件の下でのみ、連絡を受け入れます。罪悪感を伴う言葉や要求、ケア住宅ローンについての話は一切禁止です。これらの境界を超えた場合、連絡を90日間中断します。第3は未来について。時間をかけて一貫した変化を通じて信頼が再構築されるとき、その時に関係を持つことにオープンですが、以前とは異なる条件で、6回読み返してから送信ボタンを押した。ジェラルドからの返事はなかった。言葉一つも、当時もそれ以降も。ドナは2日後に返事をくれた。理解しました。ごめんなさい、サブリナ。
心からそう思っています。マーカスはその2週間後に4つの言葉で返信した。わかりました。それは成長か疲れか、私にはわからなかったが、どうでもよくなった。4年間、自分が厳しすぎたのか、冷たすぎたのか、考えていた。しかしそのメールを書いたことで、明確な言葉を並べ、指摘できる条件を設定したことが、私が正確に十分であると感じた初めての瞬間だった。愛する誰かと線を引く必要があったことはありますか？怒りではなく、文書で。どんな気持ちでしたか？コメントで教えてください。あなたがそのペンを握っているのは、あなただけではないかもしれません。オープンハウスからミコゼ号、ティファニーが7ポンド4オンスの女の子を出産した。リリー・メイ・ブレナン、ティファニーの母の家の近くにあるウースターの病院で生まれた、マーカスが招待されていない分娩室で。翌朝、ティファニーから写真が送られてきた。白いブランケットに包まれた小さな顔、目を閉じ、一つの小さな拳が頬に寄せられていた。写真の下には、彼女がこれまでに送った中で最も長いメッセージがあった。サブリナ、私は決して私のものではない家であなたにひどいことを言った。私は間違っていた。真実ではないことを聞き、信じることを選んだのは私の選択だった。あなたには、にも返す必要はない。しかし、もしリリーに会いたければ、彼女にはあなたの目があります。実際、ドアは開いています。プレッシャーも時間もありません。その写真を長い間見つめた後、私は泣いた。メープルウッドドライブを離れて以来初めて、泣いた。悲しみからでも怒りからでもなく、胸の中で忘れていたものが解放される特別な安堵から。私は、ありがとう、ティファニー。それはあなたが思っている以上の意味があります、と返信した。タイミングが合えばリリーに会いたい。ティファニーはウースター郡の遺言兼任裁判所に別居を申請していた。彼女はマーカスのもとには戻らないと後に教えてくれた。$7000の借金は彼の負債の中でも最小のものであった。リリーが生まれた後、マーカスが一度私に電話をかけてきた。赤ちゃんを見に行けるかと尋ねてきた。私は、はい、でも私の家ではなく、町のコーヒーショップでと答えた。公共の場、ニュートラルな土地、説明する必要のない教会だった。そして彼は血通そうとはしなかった。許しはスイッチではない。それは蛇口のようなもので、私がその流れを制御できる。オープンハウスから6ヶ月後、私はメープルウッドドライブ147に戻った。私の家、権利証に私の名前、ドアノブに私の手、鍵をロックに差し込む。すべての部屋を新しい色で再塗装した。何も消すためではなく、選ぶ権利を得たからだ。寝室は柔らかなグレー、キッチンは暖かい白。地下室には適切な床、バポバリア、そして埋め込み式照明を設置した。もう元のコンクリートを見ることはなかった。最初の午後、ルイーズ・ベケットが鉢植えのラベンダーを持ってきて、ポーチの手すりに置き、私の手を握りしめていった。おかえり、ハニー。本当に帰ってきたのね。仕事では、追い求めていた昇進が決まった。上級プロジェクトエンジニア。年収は$104,000。すべてが始まったそのデスクで、オファーレターにサインした。私は書き始めた。報告書ではなく、言葉を書くことに。最初はブログ、家族のシステムについて、信頼できる存在であることのコストについて、人々が愛の代わりに自分の労働を混同した時に何が起こるのかについての個人的エッセイ。最初の投稿、地下室テスト私が去る時が来たことを知った理由は、初続きで4200回共有された。ボストンの小さな出版社、ハーバーラインプレスが連絡をくれた。彼らは本を欲しがっていた。権利は私の名前、家族から自分の人生を取り戻す。出版予定は8ヶ月後。ジェラルドとドナはルムストリートに住んでいる。彼は毎月一度電話をかけてくる。電話は短く、ぎこちなく、要求がない。それ自体が進歩だ。マーカスはチャップのディーラーで働き、各州でリリーに会っている。彼は今、静かだ。それが成長なのか疲労なのか、私にはわからない。知る必要もなくなった。私は火曜日の午後、
コーヒーショップでリリーに会った。彼女は巫女背で、キャリアの中で眠っていた。マーカスが彼女を私に手渡して、私はその温かく、信じられないほど小さな存在を抱きしめた。私は家族を失ったのではなく、実際には存在しなかった家族の一形態を失った。そしてその代わりに、より良い何かを築いた。今、家は静かだが、異なる種類の静けさである。無視されることの静寂ではなく、コントロールされていることの平和だ。これが私の物語だ。私は怒っているからではなく、共有したいと思った。もう怒ってはいない。でも、今この瞬間、誰かが自分の地下室で、住むことを許されない家のために支払いをしていることを知っているからだ。あなたは問題ではない。あなたは決して問題ではなかった。そして、嘘に資金を提供することをやめると決めた瞬間、それがあなたの人生が実際に始まる瞬間だ。この物語があなたに届いたなら、いいねを押し、もっと聞きたいなら登録してください。そして、今夜これを聞く必要がある人を知っているなら、共有してください。時には私たちを救うものは、誰か他の人が最初に歩き出したことを知ることだ。この物語の別の部分、ジェラルドと母ヘレンの間の会話について、まだ話していないことがある。それはオープンハウスの1週間後に起こったことで、ドナが彼の中で何かを永遠に変えたといったその話は、説明欄のリンク先にある動画に載っています。そこでお会いしましょう。